グラミー賞の視聴者数が1441万人へ減少しています。前年の1540万人から 6.4% も減った計算です。なぜ今、音楽産業に大きな変化が起きているのでしょうか。2026年7月29日、BTS がグラミー賞への出品辞退を表明しました。SNS を通じて行われたこの決断は、業界に衝撃を与えています。本編では BTS の決断から見える、新しい音楽市場の仕組みを解説します。市場の動きは、賞の権威とは別の方向へ動いています。HYBE の売上高は前年同期比で 105.5% 増と急成長しました。数字を見ると、実需が先行していることがわかります。仕組みから順番に見ていきましょう。まずは、アーティストの判断が業界ルールを動かす時代になった点についてです。まずは視聴者数の変化から確認します。視聴者数は1441万人へと減少しています。2026年7月29日、BTS がグラミー賞への出品辞退を表明しました。この動きは大きな転換点となる可能性があります。結論は、音楽の評価軸がジャンルから地域言語へ移行していることです。市場の実需は賞の権威とは別の方向へ動いています。HYBE の売上高が前年同期比 105% 増と急成長したことがその証拠と言えるでしょう。仕組みから順番に見ていきましょう。まずはアーティストの判断が業界ルールを動かす時代になった点についてです。BTS の動きを受け、レコーディングアカデミーはアジアンポップ部門の再検討に着手しました。まずはアーティストの判断が業界ルールを動かす時代になった点についてです。2026年7月29日、BTS のメンバー7人がインスタグラムでグラミー賞への出品辞退を表明しました。これは権威ある賞の枠組みとアーティストが目指す市場にズレが生じている現象と言えます。BTS の決断は既存の音楽業界における評価軸を揺るがす大きな動きとなりました。次に、レコーディングアカデミー側の動きを見ていきましょう。背景には視聴者数の減少という課題があります。第68回グラミー賞の視聴者は1441万人と、前年の1540万人から 6.4% 減少しました。観客の動向には変化が見られます。2026年6月16日、レコーディングアカデミーは第69回グラミー賞に向けた5つの新カテゴリーの設立を発表しましたが、市場の変化への対応が求められています。新設された部門についても確認しましょう。アカデミーは2026年8月15日、アジアンポップという新たなカテゴリーの検討をスタートさせました。この部門は J-POP や演歌も同じ枠組みに含まれる可能性があります。BTS の動向を受けて、アジア発の音楽がどのように定義されるかが議論されているのです。ここで皆さんはどう考えますか？韓国のアルバム輸出額が米国で56.4% 増という驚異的な数字を記録する中、音楽の価値は賞ではなく実需へとシフトしています。最後に、市場のダイナミズムを感じ取ることが重要です。HYBE の売上高が1兆4500億ウォンに達したように、数字は常に新しい変化を指し示しています。それでは、音楽産業が直面している驚異的な変化について見ていきましょう。米国でのアルバム輸出額は前年同期比で 506.4% 増という爆発的な伸びを記録しています。この急成長はまるで巨大な波が押し寄せるような勢いです。韓国のアルバム輸出において、米国は 506.4% 増を記録し、最大の輸出先へとおごり出ました。企業の業績についても見ておきましょう。HYBE の2026年第2四半期における売上高は、前年同期比で 105.5% 増となる1兆4500億ウォンを記録しています。売上は前年比で約 1.5 倍に膨らみ、市場の構造も激変しています。BTS が7月29日に出品辞退を表明したことは、その象徴と言えるかもしれません。権威か、それとも実需でしょうか。なぜこうした動きが起きるのでしょうか。背景には既存の賞を追い越すほどの巨大な市場実需があります。音楽の価値はもはや賞の枠組みの中だけでは語れません。数字が示すのは評価制度よりも実需が先行する構造です。BTS の決断はアーティスト自身が市場を牽引していることを証明しています。次は視聴者の動向を見てみましょう。一方で視聴者の動きには変化が見られます。第68回グラミー賞の視聴者数は前年の1540万人から 6.4% 減の1441万人となりました。皆さんはこの変化をどう捉えますか？市場のダイナミズムを理解するために、まずは最新の輸出データをチェックすることから始めてみましょう。それでは、エンタメ消費がデジタル化する中で起きている市場の変化を見ていきましょう。音楽を聴くスタイルが変わると、業界全体のルールも大きく揺れ動きます。次に、視聴者数の推移に注目します。第68回グラミー賞の視聴者数は1441万人となり、前年の1540万人から 6.4% 減少したとされています。数字の減少は視聴習慣の変化を物語っています。
BTS が7月29日にグラミー賞への出品自体を表明したことも、この大きな流れの一部と言えるでしょう。背景にはコンテンツ流通の仕組みの変化があります。かつてのテレビ視聴から個人のデバイスへ価値が移っていることが要因とされています。市場の拡大は輸出額にも表れています。2026年第1四半期の韓国のアルバム輸出額では、米国が前年同期比5予期 6.4% 増と驚異的な数字を記録しました。こうした動きはアーティストの判断が業界を動かす時代であることを示しています。HYBE の2026年第2四半期の売上高も前年同期比 105.5% 増と急成長しています。では、皆さんはこの変化をどう考えますか？アーティストの活動が既存の賞の枠組みを超えて新たな市場を形作っているのです。最後に、グローバルな収益構造を理解することが大切です。まずは、自分が普段どのプラットフォームで音楽を楽しんでいるか確認してみましょう。アーティストの判断が業界を動かす時代になっています。HYBE の売上高も前年同期比 105.5% 増と急成長しています。市場の実需は賞の枠組みを超えて拡大しています。最後に、グローバルな収益構造を理解することが大切です。まずは、自分が普段どのプラットフォームで音楽を楽しんでいるか確認してみましょう。エンタメ消費のデジタル化が進むと、私たちの家計にも影響が及びます。BTS が2026年7月29日にグラミー賞への出品を表明したことは単なるニュースではありません。コンテンツの価値が評価制度から離れ、直接的な視聴層へ移っている証拠と言えます。BTS が7月29日に出品自体を表明したことを受け、レコーディングアカデミーは8月15日からアジアンポップ部門の見直しに着手しました。賞の需要側ではなく、受ける側の動きがルールを変える形となりました。また、グローバルなコンテンツ流通を意識した情報収集も欠かせません。第68回グラミー賞の視聴者数が1441万人へと減少した事実は市場の変化を物語っています。情報の波に飲まれないための準備が個人の資産を守る一歩となります。こうした変化に対応するには、個人の対策として市場動向を注視することが挙げられます。BTS の決断が業界に波紋を広げたように、ルールは常に書き換えられています。日々の消費がどのプラットフォームに向かっているか意識してみると良いでしょう。次に、変化する市場動向を注視することから始めてみましょう。レコーディングアカデミーがアジアンポップ部門の再検討に着手したように、業界は常に揺れ動いています。ニュースの背景にある数字を読み解く力がこれからの時代には必要です。まずは、自分が普段どのプラットフォームで音楽を楽しんでいるか確認してみましょう。小さな気づきが大きな経済の変化を理解する鍵となります。変化を味方につける準備を今日から始めてみてください。数字で見ると、グラミー賞の視聴者数が前年の1540万人から 6.4% 減少し、1441万人まで落ち込んだことが重要です。一方で韓国のアルバム輸出額は、米国向けが 506.4% 増と驚異的な伸びを見せています。既存の権威よりも市場の実需が先行している状況と言えるでしょう。専門家の間では、アーティストがジャンルではなく、自身の市場を基準に動く戦略的シフトが加速しているとの見方があります。BTS のヒタニンが7月29日にグラミー賞への出品自体を表明したこともこの流れを象徴しています。音楽業界のルール自体が変化し始めているようです。アーティストの判断が業界ルールを動かす時代へ突入したと言われています。レコーディングアカデミーがアジアンポップ部門の再検討に着手したのもこうした動きが背景にあるようです。皆さんは次にどの音楽市場が動くと思いますか？今回のポイントは3つです。グラミー賞の視聴者減少と構造変化、アジア部門の新設、米国への輸出急増。音楽業界のルールが大きく変わりつつありますね。次回は J-POP のグローバル展開について解説します。チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。